霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著26夫との再会。前回の竜宮行きのお話はなんとなく自分にも気乗りがいたしましたが、今度はどうも億劫で気遅れがして、なろうことならごめんを被りたいように感じられてなりませぬ。起遊後生前の夫との初対面の物語。女の身にとりてこれほどの難題はめったにありませぬ。さればとてそれが話の順序であれば無理に省いてしまうわけにも参りませず、本当に困っているのでございまして。なるべく詳しくありのままを話せとおっしゃるか。そんなことを申されるとなおさら話がしにくくなってしまいます。修行未熟な若い夫婦の誘拐における初めての会合、とても人様に吹聴するほど立派なものでないに決まっております。お聞き苦しい点はなるべく発表なさらぬようくれぐれもお頼みしておきます。いつか申し上げた通り、私がこちらの世界へ参りましたのは夫よりも1年余り遅れておりました。後で伺いますと、私が死んだことはすぐ夫のもとに知らせがあったそうでございますが、何分当時の夫は厳しい修行の真っ最中なので、自分の妻が死んだとて、とてもすぐ会いに行くというような、そんなめめしい気分になれなかったそうでございます。私はまた私で、何より案じられるのは現世に残しておいた両親のことばかり。それに心を奪われて、自分よりも先へ死んでしまっている。夫のことなどはそれほど気にかからないのでした。時節が来たらいずれ夫にも会えるであろう。そんな風にあっさり考えていたのでした。右のような次第で起遊後ずいぶん長い間、私たち夫婦は別れになったきりでございました。無論これが全ての男女に共通のことなのかどうかは存じませぬ。これはただ私たちがそうであったと申すだけのことで、そうするうちに私は岩井の修行場から山の修行場に進み、やがて竜宮会の訪問も済んだ頃になりますと、私のような執着の強い女にも幾分安心ができてきたらしいのが自覚されるようになりました。するとこちらからは別に何ともお願いしたわけでも何でもないのに、ある日突然神様から夫に会わせてやると仰せられたのでございます。そろそろ会ってもよいであろう。そちの夫はそっちよりももう少し心の落ち着きができてきたようじゃ。指導役のおじいさんがいとど真面目腐ってそんなことを言われるので、私は決まりが悪くて仕方がなく、覚えず顔を真っ赤に染めて一旦はお断りしました。そんなことはいつでもよろしゅうございます。修行の後戻りがすると大変でございますから。いやいや、一度合わせることに向こうの指導令とも手はずを決めておいてある。夫に会ったくらいのことですぐ後戻りするような修行ならまだとても本物とは言われぬ。こんなことをするのもやはり修行の一つじゃ。神として無理には進めぬからありのままに答えるがよい。どうじゃ、会ってみる気はないか。それではよろしきようにお願いいたしまする。とうとう私はおじいさんにそうご返答してしまいました。